ャニーズ WEST 桐山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあここからはですね、永瀬廉君のレディオガーデンですが、今日で番組スタートから50回目ということですごいですね。すごい早いね。なんと今日はですね、ウエスト重岡君の話も出てるみたいということでね、そしてつい先日ね、発表されました国宝級イケメンランキング、上半期で1位を取られたんですよ、廉君。そうなの？そうなんですよね。国宝国宝級イケメンランキング。うわ、すごいね。俺今年何位だったの？いや、入るか。さあ、それでは行きましょう。レディオガーデンです。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。この番組レディオガーデンが今回でなんと50回目の放送を迎えました。ありがとうございます。だいたい1年で52週なので、そしてもうすぐで1年ということでございます。6月の13が第1回でって考えるともう1ヶ月切ってるもんね。いやー嬉しい。てかもうそんな経ったかという感覚でございますよ。そして50回。いやー10年後も20年もやっていきたいね、このラジオに関しては。でなんかさ、もうすごいたくさんのコーナーもやってって、またやってほしいコーナーアンケートみたいなとこも楽しそうよね。いやー膨らむね、夢が。僕も頑張って続けていけたらなと思います。まだ1周年じゃないから、その感謝の気持ちとかもまた後々述べたいと思います。最近はお家で過ごされる方が増えて、ラジオ聞く方が増えてるようで、この番組へのメールも結構増えたみたいで、ありがてえ。今頭を下げております。いや僕もこの前このラジオリアルタイムで聞かせてもらったんですけど、ちょっと自分でもちょっとクスってくるような部分がちょっとちょっとね、いいつまみになったというか、軽いいいつまみになったというか嬉しいね。俺もこうなったから、女の子にももちろん聞いてほしいけど、男子にもちょっと聞いてほしいなっていう部分はあるよね。仕事の話だけじゃないから、もちろん俺のプライベートの話とかもしてるから、でゲームとかもめっちゃするやん、話。ゲームの面とかでは、男子とかさ、聞いてくれたら嬉しいなと思う。俺ももしかしたら俺のゲーム名は言うてないけど、このゲーム一緒のやってるかもしれんみたいなとかもあると思うからさ、男子にも来てほしいね。目標やね、男子リスナーも増やすっていう。ってことはこれは適度な下ネタも必要なのかなと思いながら、いや男ってそうじゃないですか、大体。それは後々何年かやってた子にね、ちょくちょく話していけたらなと思います。それでは小山レディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。文化放送からお送りしますキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。リスナーの皆さんが届いた2つ目の紹介していきましょう。こちらでございます。京都府はリゴさんからいただきました。レンちゃんこんばんは。4足ペダルのキャストが発表されましたね。まさにイケメンパラダイスじゃないですか。そうなんです。ところでレンちゃんはナルコ役の方のことを胃もたれするとか嫌いになりかけたとか言ってましたが、私はレンちゃんなりの愛情表現でツンデレンレン、なんじゃそりゃ、ツンデレンレンは発動しちゃったのかなと思ってます。キャストも発表されましたし、撮影中の面白いエピソードを教えてもらえたら嬉しいです。こんなご時世ですが、また元気なレンちゃんに会えるのを楽しみにしています。司法書士なんですって、この方。すごい頭いい。絶対。ツンデレレンレンって何なの？初めて、お耳に入れたのだけど、この言葉を。まあいいや。そうな、いや、違うのよ。いやー、なるこくん、バンドっていう人やねんけど、俺はずっとプライベートのなるこくんって呼んでんねんけど、いや、なるこくんと関わったら分かるのよ。いや、最初はすごい喋る子で、いい子なのかなって思うけど、違うのよ、あの子は。めんどくさいのよ。いや、俺が思うってことは、もう、
離れてございます。だから、カンナちゃんとかも、ケンタロウくんとかも、流星くんとかも、柳くん、牧島くん役の柳くんって人、すごい温厚で大人って落ち着いた方なのよ。その子もちょっとね、なんだこいつって思わせとったからね、奈良子くんは。だから、それは、本人は悪気がないのよ。そう。だから、いや、奈良子くん、今のはあかんで、つって肩組んで、あかんでって言ってあげたりとかしてんねんけど、ちょっと、無自覚な、ちょっとやんちゃというか、田所役の菅原健くんが事務所の先輩なの。鳴子くんのね。で、健くんが、いやー、うちのバンドくんがすいませんって健太郎くんに言ってた。そういう流れを何回も見たね。いやー、もう胃もたれするよ、鳴子くんは。だから、舞台挨拶とかあれば、多分、垣間見えると思う、そういう鳴子くんの部分が。いや、今お前そこ喋ったらあかんとこ、みたいな。もうちょい空気読んで、みたいな。そういうタイプです、鳴子くんは。いや、嫌いになりかけたら嘘やけどね。基本いい子よだから。なんやろな。いや、一番面白かったのが、裏でみんなで話してて、鳴子くんと、流星くんと、かなちゃん喋ってたの、4人で。で、柳くんもおったわ。5人喋ってて、ケンくんもおったの。だから6人でおったの。ケンタロウくんはおらなくて。で、鳴子くんが、とっさに面白いこと言われたもんで、吹き出しちゃったのね。で、その吹き出しちゃったもんやから、口から唾が出ちゃったのね。それが事務所の先輩であるケンくんにかかってもうて、で、めちゃめちゃケンくんが鳴子くんにキレるっていうのがすげえ面白かったの、俺。お前先輩に唾かけるってどういうことやって言われてた。いや、鳴子くんもさ、いやもうわざとじゃないし、悪気はなかったからもちろんね。すげえヘラヘラしながら謝ったよ。いや、ケンくんさっさみたいな。さっせんケンくんみたいな。それにめちゃめちゃキレてて、すごいその図が面白かったのね。一番それが笑った俺。それではもう一つ。千葉県はエリピーさんからいただきました。レン君こんばんは。レン君純の映画4種ペダルのキャストがついに解禁されましたね。ハイハイジェッツの井上瑞稀くんも出るとのことで、私は瑞稀くんも好きで、レン君と瑞稀くんの距離に嬉しくて飛び上がりました。そこで撮影現場での瑞稀くんとのエピがあればぜひ聞かせてください。エピって略すのね、ファンの人は。エピって。エピソードってことね、多分ね。瑞稀とはね、あんま一緒のシーンがなかったのよ。そう。だから、一緒に自転車練習したりとか、瑞稀も瑞稀であんま喋らんのよ。あいつ緊張しちゃってるのかわからんけど。でも、その、4種ペダルの現場ってすげえ押すのよ。1日7カット。7シーンとかじゃないのよ。7カットなのよ。だからワンシーンいかん日もあったりとかしてて、押してたりもしてたから、前乗りはして撮影当日、押しちゃってたから、水木とかの撮影シーンができんくてみたいな、1日オフの日もあったから、何してたんやろな。一回静岡かなに前乗りしてた時があって、水木。この日に撮影があって、その前日から前乗りしてて、その日、水木が撮影する予定やった日が押しちゃって撮影なくて、次の日になったっていう日があったらしくて、次の日水木がおったから、昨日何してたんっつったら、静岡観光してたっつった。することがないからね。めっちゃ前の話よ、これは。だからそういう話しかできんかったかな。一緒にももちろんどっか飯も行く時間もなかったから、逆に俺は心残りやったね。だからせっかく同じ事務所の人が出てる現場だったからどっかご飯とか連れて行きたかったなと思ったけど、残念やったのよ、そこが。ちょっと心残りの部分です。ごめんね、エリピーさん。エピっていうものがなくて。ちょっと申し訳ない。東京都はミーヤさんからいただきました。レン君こんばんは。大倉君が考えた企画、ステイホーム with J で、ジャニーズウェブに動画アップしてくれてありがとうございます。まさか本当に動画を撮ってくれるなんて思ってなかったのでめちゃめちゃ嬉しかったです。レン君の素な感じ、ツンデレな感じ、胸キュンでちょっと、間違えた。レン君の素な感じ、ツンデレな感じ、胸キュンでちょっと照れてるレン君。レン君らしいところいっぱい詰まってとっても元気をもらいました。いつも好きと
笑顔と元気をくれるレン君が改めて心の支えになってるなと感じました。レン君の元気そうな声が聞けてとっても安心しました。レン君も体調に気をつけてくださいね。PS たまに動画上げてくれたらめっちゃ喜びます。でも大倉君のこの企画いいよね。これは関ジャニ∞の大倉君から始まった企画で、リレー企画なの。で、その指名された人がどんどん好きな人を指名していくっていう企画やったの。で、俺大悟かなから指名されて、すごいバリバリの寝起きよ、あれ。映像は。だから、動画では見えてなかったけど、後頭部すごかったからね。ツンツン。後ろだけスーパーサイヤ人みたいになってたからね、俺。あれ実は。で、俺さ、この裏話があって、回す人めっちゃ迷ったのよ。僕はしげさんに回してんけど、しげさんを仲良くさせてもらってるから、ジャニーズ WEST の重岡大輝くんね、に回してんけど、タマさんっていう。もちろんあったのは俺の中ではね、タマさんっていう。けどさ、と思って、いやー、あの人どう思うかなって。もちろん言うたらやってくれるよ。優しいからなんだかんだ。けど、お前さ、って言われそうで、っていう恐怖もあったりとかして、まあ簡単に言うよ。チキったのよ、俺は。簡単に言うとね。で、いや、なんていうの、キスマイの北山くんとか回ってたから、いろんなとこに行くかなとも思って、結果しげさんにさしてもうてんけど、チキったね。完全に。いや、俺もタマさん見たかったけど、で、しげさんの時もさ、動画撮ってっていうのもすごいおこがましいなっていうか、ちょっと申し訳ないなっていうか、忙しいやろし、家ですることもあるかもしれないから、一応言わんかった。動画でお願いしますっていうのを考えてね。したら、しげさん動画撮ってくれて、いや、あの人やばいな、しげさんって。あの人。だってさ、動画撮ってまず、本人が映るかなって思うやん。で、まず映ったのがさ、割り箸の片方に、自分の全身写真を貼っつけたやつで登場してきたね、まず、内カメで。どうも、重岡大輝ですって言って、まあ、しげさんっぽいなと思って、まあいいかと思って見てたの。で、いろいろ喋ってて、いやみんな頑張ろうね、みたいなこと言ってはって、こんな姿でずっと動画映っててもなんやしと思って、なんやしと思ったので、ぜひご本人に登場してもらいましょうっていう流れになって、今度は指が出てきたの。指2本。で、そこに指2本に人差し指と中指に足描いて、その上の方に顔を描いた、簡単に言うと、しげさんの右手か左手が出てきたのね。で、そこにめちゃめちゃ落書きをしてて、で、どうも重岡大輝ですって言うて、で、割り箸に全身写真のやつとキャラクターと手のキャラクターでずっとその動画押し切られててんけど、結果ね。だから顔は一切映ってなかったの。で、一人でさ、家でこうやって結構きつい体勢でさ、一人で目とか描いてさ、足の色塗ってって、そういうことしてたんかなって思うと、あれこの人もしかして暇やったんかなってなったね。やっぱ俺には50年ぐらいかかって思い浮かばんもん、あの動画の出方は。素晴らしい。いい意味でクレイジーで元気出たもん俺。いや、なんかいいよね、人それぞれ違う形で元気出す方法があって。いや、めちゃめちゃ元気出た、しげさんのやつは。もう素晴らしい。もちろんタマさんでもよかったけど、しげさんを締めさせていただけてよかったなって思いました、僕は。しげさんありがとうございました。ってな感じです。いや、いい企画です、大倉くん。ありがとうございます。さあ、ということで質問や感想、伝えたいことなど、どんなことでもいいので、番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングに紹介します。それでは、ここで一曲お送りします。明治ナイト、どうぞ。
コートからあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕、永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのニューシングル、メイジーナイトが、ドラマ、未満警察ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。永瀬廉が主演を務める映画、ヨンシュペドルが8月14日に全国公開されます。この番組で皆さんからメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはren@jocr.net ren@jocr.net です。今週も雑学紹介していきます。ありがとう。福島県はケチャさんからいただきました。ゴリラは知能が発達しすぎて気味らしいです。理由は知能が高く争って怪我をしてしまうという危険を考え、多少の怒りを我慢してしまいます。そのような強いストレスを感じたとき、ゴリラは脇の下が臭くなったり人間のように急に下痢をしてしまうそうです。レン君が最近ゴリラが好きそうなのでゴリラの雑学にしました。最近ゴリラ好きそうなの好きそうなのかな俺聞いた。ゴリラって強いストレス感じたら脇の下臭なんで汗かくからとかなんすかね、ほんまにね。下痢をするのはちょっと好かんけど、まあしょうがないねんけどね。困っちゃうねんけど、ちょっと人間っぽさを毎週知れてくよね、ゴリラの。面白い。ありがとうケチャさん。いいね、このコーナーすごい楽しい。ありがたい。ということで、お相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。